でも運のいい人になれる。まずはじめに奇跡的に3回の危機を脱したジョン・ウッズさんの話を紹介したいと思います。1回目、2001年9月11日、ニューヨークの弁護士事務所に勤めるジョンがオフィスビルを出た直後、そのビルに飛行機が突っ込みました。 9.11 アメリカ同時多発テロです。ジョンが危機を回避したのはそれが初めてではありません。2回目、1993年2月に同じくワールドトレードセンタービルでの爆破事件でもジョンは怪我なく避難しています。3回目、1988年12月、ジョンは乗るはずだった飛行機を直前にキャンセル。その飛行機はスコットランド上空で爆破されました。目に見えない力が働いて命を助けられたとか導かれたという感覚は誰もが一度や二度はあると思います。今回は運について探求してみたいと思います。運がいい人は自分は運がいいと信じています。有名な話ですが、パナソニックの創業者で経営の神様とも呼ばれていた松下幸之助はなぜ成功したのかと聞かれた時、こう答えていました。成功の 90% が運やな。成功の元手は自分の努力だとしても、一人の力だけで大企業を築くことはできません。いろいろな人との出会い、導きや協力、そして時の流れやタイミング、こうしたさまざまな要素が折り重なって今の成功がある。これを一言で言うと、成功の 90% は運となるのだと思います。松下幸之助は若い頃、船に乗っていた時、海に投げ出されてしまったことがあります。その時を振り返って松下はこう言っています。夏でよかった。冬だったら死んでいたかもしれない。僕はつくづく運のいい人間だ。これほどの運があればある程度のことはできると思った。この経験は若き松下に大きな自信を与えたそうです。海に落ちたら普通は運が悪いと考えます。しかし松下はこれほどの運があればある程度のことはできると思い、僕はつくづく運のいい人間だと捉えました。このように自分の運が信じられるというのは、自分の人生には目に見えない大きな力が働いていると感じて感謝するということですし、自分の小ささを感じて謙虚になることでもあります。これはいろいろな分野で成功した人たちが共通して語っていることです。こうした人たちは運としか言いようのない自分を超えた大きな力を実感し、その大きな力に深く感謝しています。運がいい人は目に見えない力に感謝しています。実は私たちも日々の生活の中で天の助力や導きをいただいています。そしてそのような天の助力や導きというのは、具体的には守護霊や指導霊が助けてくれているということです。目には見えませんが、私たちには各人に一人ずつ守護霊がついています。さらに職業が専門分化してくると、その職業にふさわしい一段と格の高い指導霊がつくこともあります。人生や仕事での大切な時にインスピレーションを下ろし、導きを与えてくれる存在です。ふと思いついたひらめきやアイデアに助けられたことはありませんか？幸運が重なって面白いように物事が進んでいったことはありませんか？そのような時、私たちは守護霊、指導霊に導かれているのだと思います。ではどのようにすれば守護霊や指導霊の導きやインスピレーションを得られるのでしょうか？大した努力もせず自分で道を開こうとしない人に守護霊、指導霊は助けを与えません。反対に自分で道を開こうと努力する人に天の助けは望みます。古くから天は自ら助くる者を助くと言いますが、この言葉は真実です。努力の果てに天の助けは望んできます。皆さんもやるべきことは全てやった、ここまでやったのだからどんな結果でも受け入れようと思えるくらいに準備をした時に、思わぬ形で次々と扉が開いたというような経験はありませんか？これは不思議なのですが、守護霊、指導霊の助けがなくても成功できるほど努力する人に守護霊、指導霊の力が望むんです。まるで押し寄せるように次々と天の導きが働くようなこともあります。もしご指導をいただいたと感じた時には、必ず感謝をしてください。ご助力ありがとうございますと感謝の心を持つと、ますます応援してもらえるようになります。守護霊からのインスピレーションは自分自身に降りることもあれば、家族や同僚のような他人を介して降りてくることもあります。本や新聞、テレビを通じて与えられることもありますので、素直に心を開いていることが大切です。しかしどんな人でも人生はいい時ばかりではありません。山もあれば谷もあります。
運がいい人は逆境を味方にします。運がいいと言われる人は悪しき運命や逆境に支配されず、むしろ逆境を味方にしてしまうところがあります。病気や左遷、降格、失業、失恋、家庭不和、離婚、会社の倒産など、人生にはいろいろなことがあります。普通であれば逆境に陥ると、なんで自分ばっかりこんな目に遭うんだと環境や周りの人を恨んだりしますが、運のいい人はまず悪しき運命や逆境を受け入れます。さらにこの逆境は自分に何かを教えようとしていると考えます。逆境を魂を磨く砥石と捉え、そこから教訓を学び取ります。そしてそこから大きな天意、天の意志を読み取って乗り越えていこうとします。悪しき運命を乗り越えようとするときに大切なことは、手近なところ、できるところから始めていくことです。小さな一歩を重ねて創意工夫をしながら粘っていると、思いもよらない流れが始まることがあります。松下幸之助は20歳の時に結核の初期症状の肺腺カタルにかかります。22歳で独立してからも病状は小康状態が続き、50歳くらいまでは寝たり起きたり養生をしながらの経営でした。明らかに逆境です。調子のいい時は仕事ができても、熱があるような時には工場で長時間働けません。そこで松下は病気がちであることを逆手にとって、自分がやらないからこそ他の人にチャンスがあると、熱で出勤できない時に従業員に自分の仕事を任せました。すると彼らは意気に感じて一生懸命働いてくれるようになりました。病気でできない分を人に任せることで人材が育つようになったのです。松下は体の弱さを補うために、自分に代わる責任者を部門ごとに立て、各事業部の長が小さな社長となって経営する事業部制を世界に先駆けて発明しました。事業部制によって経営に責任を持つ経営担当者やリーダーが育ち、何十万人も養うような大企業へと成長していく土台ができました。晩年、松下は自分が成功したのは体が弱かったからだと人生を振り返っています。このように生きる人はどんな逆境も成功の種に変えてしまいます。あなたも運のいい人になることができます。それは天は自ら助くる者を助くという言葉の通りです。結局運のいい人とは、天、つまり守護霊、指導霊やその人の周りにいる人たちが応援したくなるような人です。大いなる力を信じ、感謝しながらも自助努力に生きる人、そのような人に天は導きを与えます。必ず道は開けるのです。あなたの人生が幸福な人生になりますように。最後までご視聴ありがとうございました。